チャーハンが世界一うまいです。いいよいいよ。いいね。はい、お上がり。これがうまい。うん。ふわふわ。よし。高岡店っていうのは実はあって。これがすごい難しくて、その繊細な仕込みでね、うちの兄貴がラーメン屋路線を行きたいって言うから、その時に、じゃあ帰るなら今かなと、ここ、3つぐらい候補あったんだけど、なんでここに来たかって言ったら、この射水市のここ、すごいチビ育てやすいなみたいな、このゴロゴロって機械ももう20年経ってるし、もう焦げとれんけど、こっちも向こうの分も両方の仕込みあるから、週、3袋、4袋、5袋。ぐらいはやってるのかなと。冷たい肉なの。曇って見えへん。40分50分ぐらい煮込んで、さらにつけだれに3、4時間浸すんだけど、僕ら本当に日々進化していかないと、やっぱいろんな流行りとかあるから、そこに合わせて、だから10年前の工程もいろいろ変わってるし、その中で効率よく3分ね。そこに除った旨味を残して、臭みとか骨の中までしっかり臭みがある部分を取り除くようにして、この焦げ始めるとパチパチ言い出すよ、この中で。本当にこのごまの甘み出すのに本当にすごい繊細な仕込みで。これ本当に色つき始める手前でやめるんだけど、で入りすぎるとね、やっぱ甘みが飛んじゃうし。角度調節しまし
兄貴がやっぱカラワン通って環境もあったのを知ってたんで、でも本当にその1以外の5店舗、それをだいぶ店舗回って自分の好きな店を最後広くなってできたらいいなと思って。そうや。8年ぐらい。10年選手。2ぐらいの時に何のタイマーか。チャーハンはもうすごい出るし、小井丼とかチンジャオ丼とか男のお客さん多いからすごいがっつり食べていく感じ。オンラインなんだっけ、できるとかそんな気持ちなかったけど。2015年トントンうちの兄貴がやっぱカラワン取ってまあすごいその後も反響もあったの知ってたんでやっぱ本当コロナで売り上げガクンと落ちた時にコロナで潰すの本当に嫌だなってでやっぱその時に SNS とか始めたら Twitter の方にカラワン出ませんかって1位取らせてもらってよかったなと本当大変だったからねこのコロナになってからのもう倒産との恐怖の綱渡りみたいな状況で今日は生姜とかニンニクとあと何ネギか青ネギで臭み取ってるんだけどこれまあいろんな調味料とか香辛料入ってるんだけどこれねなんか食べながら食感麻婆豆腐でもいいですか前から疲れる。そりゃそうだまあいろいろやってるからそりゃそうだと思うその人間の心理で汁なし担々麺と味噌担々麺系であと辛い辛味噌担々麺っていうのとそこら辺が2番手グループかな家族で親子で働くのってどうですか？気使わんでいいから楽ではあるかな。まあ仲いいから別に辛いことはないかな。それも大変そうです。これはまたカレー激辛ライスだから最近パッケージ変わったからどれがどれか分かんなくなっちゃうんだよね200度ぐらいになったら一気にだからこれも失敗したら笑えん仕込みでさ担々麺一杯ですごい手間暇かかってる八丁飯って焦がすとね、本当すごい旨味と深み出るから。で、移す作業を裏でやってる。まあ仲いいんで家族も、その思ったことすぐ言えるんで、僕はいいと思いますね。そのいい会社を作り上げていくっていう意味では、まあ
悪くはないんかなとは思います。次出す？あってもいいと思う。てか共演20度ぐらい。テーブルのお席どうぞ。チャーハンと大盛り。そうそうそう。はい、すいません。チャーハン大盛りです。はい、失礼いたします。皿用意。声かけしてすみません、ここ通るとか、しっかり場所の位置確認から。おはようございます。ケンジ3番。1番。どうぞお待ちください。はい、お願いします。はい、ケンジ3番。もう今、でも慣れとるわ最近。両方大。はい。失礼します。はい、7度です。誰がガリー。はい、関東1番。ガリー、ユーリン3番。カウンター先欲しいな。7度のチャーハン大盛り。
はい、お上がり。すいません、失礼いたします。じゃあこちらが7。4だ。単純に美味しいですよね、パターンってやっぱりね、メインでやってるだけあって。ケンさんそこにいて。はい、4番。はい今出ますオープンした時から来ててのファンで来てて、やっぱりこの担々麺が大好きで来てて大ファンです。あと油淋鶏がすごく美味しいので、これとセットでいつも頼むようにしてて、もう大ファンですねこれ。はいお願いします。はい、失礼します。担々麺7とライス小です。はい、会計どうぞ。150円150円。いや、わからないです。させる手に来ると。ごめん、番号が6番。辛さ何度ですかこれ8度です。辛いのがちょうどよくてうまかったですね。チャーハンが世界一うまいです。唐揚げ上がり。唐揚げ上がり。どうだ。ここ8番。チケットはたとだいまてもお願い。受付中。はい、8番。はい。麻婆定食ですね。卵。メンマ。それ、また弾いといて。お願いします。はい、
ち帰りね。追加替え玉1です。いける？あ、山椒がそろそろなくなるわ。はいお願い。カウンター1番。はい。失礼いたします。3分です。8番。お願いします。で、両方3番。はい、すみません、お待たせいたしました。餃子定食のお客様ですね。はい、失礼します。はい、すいません、失礼いたします。チャーハンのミニ。はい、すいません、こちらおめでとうございます。いたしました。唐揚げ定食です。はい、横ちゃん上がり。はい、チャーハン大カウンター3番。はい。ゲットよ。おこジュースがない。急いで準備して。お願いします。はい、すみません。お子様ラーメンですね。こちらでよろしいですか。はい。はい、どうぞ。これ塩ラーメンチャーシューになります。まあまあ後からそれは。それで取ります。はい。唐揚げ定食のお客様。はい、どうぞ。じゃあ、受けます。失礼します。下醤油のラーメンですね。こちら塩ラーメンです。チャーシューと、じゃあ、いいセットのチャーハンです。ちょっと小さい皿2つでくれる。麺分けです。あ、麺分け。はい、了解しました。まあ、一丸になって頑張ってると思いますよ。まあ、とりあえず売り上げは上げたいかな。はい、
いやチャーハンあんの？いい最初のはよしこれ10番。お子様用のグリルお願いします。はい、ください。お願いします。いいごま、はい、9番。はい。担々麺10度ごまトッピングです。はい、どうぞ。最高。これがうまい。うん。内容他に使う。ああまあね。これうまい。これはもう豚と胡椒汁。甘味に一つ作ってもらっていい？甘味に。ここじゃ途中で甘味に一つ作ってもらっていい？はい。ボドーで8番。はい。辛味噌のラテ1番。はい。あれがはい、お願いね。お願い。はい、そっちから2番。はいそっちから。お願いします。お願いします。はい、失礼します。はい、どうぞ。警察手帳のせいで何でも自由になるみたいに勘違いしてません？目撃証言しようよ。いつも10からです。もう週に1回は10から。油淋鶏とか麻婆豆腐もめっちゃ美味しいです。ああ、びっくりした。はい、教えません。はい、どうぞ。ゆうだ8番いって。あ、ピンクで、お風呂入れてあげて。あ、はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。
します。どうぞ。いいよいいよ。順番通り。いいよいいよ。だから警察は気合いだよ。担々麺じゃないですね、これは。これはチャーシュー麺。お願いします。はい。あれが37。もうかれこれ僕が高校生の時から来てるんで14年前ぐらいから通ってます。麺類だけじゃなくていろんなメニューありますし、価格的にもコスパはいいんじゃないですか。いや、ここネギ茶と担々。はい、すいません、失礼いたします。ネギチャーシュー麺です。お願い。はい。はい、すいません、失礼いたします。天津丼です。ママの声聞こえてます？こちらもう8割から9割担々麺しか出ないから何やっても。うん、最高。めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃいませ。よろしく。
この飲食業界入られて長いんですか？そうですね、僕ほら昔やんちゃやったから中学卒業してすぐ修行行ってもう28年目です。スープはね、鶏ガラとか、あともみじ、げんこつ、が入ってます。でその他にも、野菜がね結構入ってますね。チャーシューの量でやっぱり美味しさ変わると思うんで、結構うちチャーシュー安く設定してて、チャーシューが出るようにね。で、今日も8本ぐらい入れるんかな。これ塩だれ自家製のこの甘エビの頭がたくさん入ってる。この大会すごく思い出があって、実は2015年やったかな。石川県でカラーワングランプリというのが開かれて、そこで優勝して翌年に全国大会行って優勝しました。でこの時期がすごく良くて、うち1回全部なくなったの倒産してるのよ。それ復活した年にたまたまこのオファーいただいて、これは出るしかないな。そんで出ておかげさんで優勝できたんで、それが浮上するきっかけになった。昔すごい安い時代があったでしょ。何もかも、うちの担々麺を安く売れたらっていう思いで、自社工場を作っていろいろ奮闘してるんやけど、やっぱりその価格をすごい安くして三級屋っていう名前で全品ラーメン390円であった時代があったの。でそれで失敗して全部店なくしたので、180度方向転換して、おかげさんでなんとかね全国制覇できることができたし、今はおかげさんですごく忙しいです。師匠と同じものやるとしたらあと10年かかるなと思った時に、もうお金もないし、ラーメン屋だったら今の技術でできるかなと思って、それならラーメン屋たくさん持ってやろうと思って、22、3の時にまっとうに一番最初のお店出したかな。でも今僕52やけど、28年おかげさんなんとかやってこれたって感じ。もうエビの頭がね、うまみが出るんだよね。
ラジャン丼っていうやつがあって、あと普通にライスで1日でこのタッパ6つぐらい炊いたりするんで、国産使っとるんやけど、あんまり俺柔らかすぎるの好きじゃないの、少し僕はちょっとある程度肉のうまみちょっと味わってもらいたくて、少し固めかもしれない。あと鶏肉を合わせてチャーハンの具にします。もうほとんど常連さんばっかりだもんで、夏の時期海が近いから、海入って温泉入ってでうち最後締めてくれるっていう方が結構いらっしゃるんで。昔6000円ぐらい入ったけども、今値上がりしちゃってもう1万3000円。1万3000円、倍以上になったんですか？倍以上になってる。土日はやらないです、仕込みを。ありがとうございます。以上お願い。はい。ラー油ももうちょいやね。もうそろそろ。この量でもう3日でなくなっちゃう。こんな感じです。チャーハン作るので僕が教えると30分、今時計11時までにはもう完成、店11時起こしちゃうから11時までには完成できるようにします。教えます。必ずできるようになります。なぜかというと先生がいいから、先生がいいから必ずできるようになります。プロと素人の差って何かって言ったらスピードなんですよ。プロのチャーハンを作ろうと思ったら目標は1分、料理の時間を短くで適切な油の量が入ってパラパラ成分が知らないうちに生の状態でいかにこう白いのを絡めてスピードよくほぐすかってことが大事です。そしたら僕が1回作るんで見ててください。油がこう真ん中にこう集まってくるじゃないですか。ここに卵を入れることが大事なんで、ここでゆっくり入れて真ん中にこの油の多いところで、これですぐご飯を絡めてあげる。お玉の動き、叩くで混ぜる、混ぜるので叩く、混ぜる、振るってこの3つの作業だけで、叩くときはこの P ポイント、ダマのところをこうめがけながらこう叩いてあげるわけで、振る動きはここの上に鍋をこう上げて頭を少し下げてあげる。で上下に振るだけ。叩く、混ぜる、振る。これだったら誰でも素人でもできるから、叩く、混ぜる、振る。でもう7巻きが外れていくときにチャーハンの具ね、ここにも調味料も全部入ってます。
最後に香り付けね、この醤油を周り、これちょっと温度上げてあげて、でこの焦がし醤油で最後はギューって混ぜて終わりで、この時も集まれ集まれしてパパッとやってから工程やれば誰でもできるで、チャーハンの完成です。こんな感じです。で全体に言うと左手でこう集まる、はい、真ん中にで、ここにすぐにご飯絡めてパカッと混ぜる上下にそうパカッと混ぜるポイントは早く作ることと思い切ること。はい。なめ方。はい、じゃあそれ激しく混ぜる。入れちゃう。はい。これね、もったいないからまかないでオムライスに変身させてね、みんなで食べます。じゃあそれではちょっと戦闘モードにそろそろ入りたいと思います。店オープンするんで。キングの場合こちらプラス80円となっております。キングでかしこまりました。関西ラーメンですけど何度にいたしますか？7度でかしこまりました。ライス生姜お願いします。ライスの生姜を1つ。じゃあ1個入りました。はい。お願い。それ6番ね。6番7度。はい。金の7度です。やっぱり料理そんな待たないで済むし、替え玉もできるから。何番ですか？それ6番ね。6番7度。スープお願いします。9番の7度8度。はい。担々麺の7度本盛りください。担々麺7度です。次5度りゃん。お願い。これ誰かに渡せばいいから、はい、誰かに渡せ。1番9度。渡して1番9度です。はい。
一番9度。それでも一緒のところ。これはお願い、コロッケ出して、リャンリャンで、コロッケリャンリャン。これ持ってけ。14と16円2個ずつ。お願い。よろしく。お願い。まだ。16番持ってって、一度16番。久しぶりに来たんですけど、やっぱ美味しいですね。やっぱ辛うまっていうのは一番体現できてるかな。お待たせいたしました。担々麺10度2つです。はい、ありがとう。はい、どうぞ。失礼いたします。やば。辛そうですね。辛そうですね。辛くないですか。大丈夫。程よい感じ。程よいやって。はい。17番、3度、4度。はい、3度のやつ。じゃあ4度です。うまそう。ごちそうさまです。うん、最高。ちょうどよくて4辛さ4がちょうどよくて濃厚だね。めちゃくちゃ濃厚です。7で。7度。自分9で。はい。7、9。はい。7度。9度。わかりました。ただいま。お疲れ様です。失礼します。よし。熱々やろ。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。やみつきはね、毎回来とるんで、暑い日やけど食いたくなる味ですね。はい、よろしく。お願い。はい。はい、よろしく。18番。はい。初めて。大ライス2個よそって。17番な。はい。あ、まあ週に1回ぐらい7度で、はい。店長おすすめで。ご飯との相性とか。ああ、最高です。ああ、もう辛ってうまいです。辛さ増しちゃいました。麺先。よろしく。7度、12番7度。はい。次7級に。麺出るよ。本当8度ね。9度10度。
願い。よろしく。13番。もしけ。今その替え玉今やってる。うちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やってもよろしく。醤油ラーメン。はい。じゃあ担々麺。取り皿もらって。はい。お待ちどうさまです。すいません。はい。もやしね、16番。あ、これも一緒に持ってけ。16番、同じところ。はい、よろしく。はい。16番ね。もうごめん。崖も見て。失礼します。ラーメンなどお思いのお客様。カフェボーイ食べなかったです。すごいありがとう。ああ、はい。これ8。はい、そうです。はい。全部したこれを。これピュッピュして19フィット。エレスの油淋鶏お待ちどうさまです。そうやね。辛くて美味しかったです。今日何からぐらい？今日8から行きました。なんかちょうどいい辛さでご飯とかも進んで美味しかったです。お願い。はい、2番8度ね。2番8度。で、20番5度。担々麺5度です。
はい、すみません。じゃあチャーハン大盛りです。失礼します。メイクチャーハン。さっき練習で使ったチャーハンの余りです。これリメイクです。これもう一個やめといて。ほい。上向け。上行って。はい。めちゃくちゃ美味しいです。チャーハン練習したら。温度上げて、卵をゆっくり入れる。で、生卵をなるべく早くご飯絡める。叩く。混ぜる。頭を下げて振る。叩く。混ぜる。振る。我慢を見つけながらね。最後鍋肌に油、これで香りを出したけど、2秒ぐらい待っていいです。そしたら混ぜる。これでカーンと入れる。こんな感じです。チャーシューサービスね。ありがとうございます。チャーシューサービス。ラーメンって一杯で完成形なんで、やっぱり一個一個こだわってやってます。チャーシュー麺のお客様。はい、はい、失礼します。味わいが絶妙で非常に美味しかったです。はい、すみません。お待たせしました。じゃあ、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。
大体朝はもうこの時間から毎日。今閑散期なんで割と遅い方ですね。早い時だとまあ4時半とかから入ってます。これがチンタンですね。まあ塩ラーメンなんとか白醤油ラーメン使ってるんですけど、前日から煮干しとかなかなか手を水炊きして。うちは前日からソミュール液に、漬け込んで肉をなるべく柔らかくしてます。普通のチャーシューと違って工程が2つぐらい多いかなって感じです。多い時だと6本以上は出ますよね。いや運送会社で働いてたんですけど、周りに飲食をしている人が多くて、でまあね、やっぱり手に職をつけたいなって思った時に、まあたまたま周りにそういう方が多かったんで自分もやってみようかなって思ったんですけど、その時が今43で33の時に会社辞めたんですけど、すぐできるものって何って思った時に考え方は安易だったんですけど、まあ、たまたまラーメン屋で、まあ一個のことだけこうするの好きだったんでっていう形でやってます。タレも4種類ぐらい使ってます。もう使い分けしてます。であと油なんかも、4種類ですね。高校生大学生多いですけど、普通の人もやっぱり多いです。全世代に来ていただいてるかなっていう実感もあるんですけど、そう今しました、はい、で豚系が今入ってます。でこれ入れます。内臓系が臭みなんで、仕上がった時にやっぱり臭みのないクリアなスープができるので、一番こう人気というか定番とかってなってうち不思議なもんで、本当に幅広い層の方来ていただいてるから、ほぼほぼ均一で出るっていう感じです。僕としてはどうしてもやっぱりそのラーメンって嗜好品だと思ってるんで、まあうちでしたら食べたもので好きなもの探してくださいっていうスタイルではやってはいるんですけど、若い子だったらやっぱねパイタンとかあと混ぜそばが多いんですけど、年召された方だとやっぱ中華で、あとやっぱ塩ラーメン。サラリーマンって高校の時からそうなんですけど、ずっと DJ してたんで、結構ものづくりと DJ って世界観 DJ やってたことがなんていうんですか、ラーメンで世界観表現してますみたいな。ワンパークフェスとかも一応裏でラーメン作らせてもらったりとか、苦な方じゃなくてやっぱ辛い方を選びたいんですよね。それの方が自分の思いがハマった時にもう快感ってめちゃくちゃやばいなみたいな、人に喜んでもらうっていうこの快感を早い段階から覚えれたっていうのはめちゃくちゃでかかったかな。好きなことで飯食えるってめちゃくちゃ幸せなことだなって、やっぱサラリーマン経てるから思う部分、ただやっぱお金を稼ぐんじゃなくて、やっぱりやりたいことをやりながら生活させていただいてるっていうことにやっぱ感謝して生きていかなきゃいけないなっていうのは思ってます。基本的にやっぱりクリアな寿司作りたいんで、単純作業なんですけど、もうとりあえず美味しくなれ美味しくなれって思ってずっと取り揉んでます。沸騰した瞬間ぐらいでもう取ります。で、こっちにここで今アクを取って
初めてこっち側に移します、調べようと思ったらいっぱい調べる方法あって、より良いものってなんだろうと思って常にやっぱ探求してるんで、今このやり方なんですけど、半年後このやり方がどうかはわからない。硬くもなくプリッとしてる。ちょっとうまみ出るまで時間かかりやすいんで、鶏より先入れちゃいます。まあ実際これを入れていきます。これは福井のブランドの鶏というか、福地鶏っていう鶏使わせてもらってる、チンタンに使わせてもらってるんですけど、鈴木系肉店っていう鶏専門店があって、そこから先輩がやってるんですけど、やっぱりうまみが全然違いますよね。福井のものを使いたいなって、福井でやっぱこうやって商売させてもらってるんで、その思いもすげえありますね。いいですね、いい目方ですね。でこれをこれも前日からソミュ液つけて、最初の豚から大体2時間半ぐらい経ったんで、次鶏入れていきます。この状態でまたここからまた 4,5 時間炊きます。味噌ラーメンだとこれに、動物系をプラスして出してきますね。煮干しと、魚だしと動物だしとで割って出していきます。潰すとどうしてもそこから、ビチャッとなっちゃうので優しくで、大野ってね、福井県でも水一番美味しいところでもあるんで、そこから直接配達していただいてて、ラーメン美味しいのにご飯美味しくないとか俺嫌なんで、ラーメンって一杯で完成形なんで、スープいいのになんかチャーシュー残念、なんか何々が残念みたいなの嫌なんで、やっぱり一個一個こだわってやってます。30分ぐらいいろんなこと流用して。
最初安定するまで結構アクが出るんで、まめに取ってあげる。はい。でまあすごいプリッとした状態。とりあえず夜巻くんですけど、それまでまた漬け込んで、でまた夜巻いてからも漬け込んで、さっきの朝の工程になるっていう。でここにさらにつなぎで卵。足してちょっとお肉強めで食べ応えっていうのは意識してますかね。季節にもよって変えてるんですけど、夏場だと逆にちょっと野菜多めにしてみたりとか、ニラと青ネギですね、います。これ使います、そのまま。はい、それをとりあえず混ぜていきます。綺麗なやつどうですか？こうしたんですか？空気を抜いて冷蔵庫で保管して。さっきより白濁としてちょっとずつしてきてるんですよね。まあ業界でいうと当たるっていういわ焦げる可能性あるんで、一回こうやってあとは営業しながらあと2時間ないし3時間ぐらい。
に乗ってます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。工場？そうです。ああ、すげえな。はい、すみません、お待たせしました。白醤油ラーメン、煮卵トッピングです。3番さん、トランプ。すみません、トランプ。おさん、帰ろう。帰ろう。緊張してるんですけど大丈夫ですか？ゴーさん、僕側赤いコーン立ってるんですけど。あ、すみません、本当まだまだして。チャーシューサービスです。はい、チャーシューサービスね。ありがとうございます。チャーシューサービスです。7番さんに食券お願いします。7番さんお帰りです。はい、いいよ、ゴーさん。すみません、混ぜそばです。はい。ラーメンあげるよ。ごちそうさまです。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、白湯大好物になりました。ありがとうございます。また来ます。白醤油ラーメンのお客様、失礼します。中華そば失礼します。どうぞ。
ります。フライをかけてもらうと味変するのでよかったらお試しください。どうぞ。パパ誕生日できたよ。非常に美味しかったです。結構来られるんですか、村の方。そうですね、何度か家族がみんな好きで来てます。今日は、主人と一緒にまぜそばと鶏白湯食べました。すごい美味しいです。福井で一番美味しいと思います。途中スープとラー油で味変するのでお好みでお使いください。はい、ありがとうございます。すみません、エビモコラーメン失礼します。こちらも途中スープとラー油で味変するのでお好みでお使いください。ありがとうございます。この気をつけないとか、手間をすることでなっていいですね。10秒ぐらい書いてます。ただエビって熱いじゃないですか。多分。なのでどうしても途中で伸びちゃうんで、瞬間がやっぱり一番ベストな状態で食べてほしいなって思ってるんで。卵トッピングです。5さん、7番さんお願いします。じゃあ、お兄さんお願いします。はい、すみません、チャーシュー麺のお客様。はい、失礼します。上のチャーシューマスターからサービスです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。はい、取り替えたし。はい、お願いします。はい、どうぞ。醤油。はい、どうぞ。胡椒とかで回るのでよろしかったら。はい。はい、一応隠れてるけど、写真。
なんかもう味わいが絶妙で、もうとても食べやすく、もう2杯目もいけそうなぐらいの美味しさです。あとで白髪ネギ出しておいてください。いや、手抜けないですけど、一番練習してなかった。中華そばお待たせしました。やっぱりスープあっさりしてて美味しくて、チャーシューも炙ってあってとろみがあってすごいファンです。あれですね、朝一作っていたチンタン系のスープがもう終わったんで、今腰作業です。どうしても潰しちゃうと濁っちゃうんで、なるべく優しく。もう固形物がない感じですね。でも今全部こういう感じ。だから飲めない。で今飲んだ。また今度ね。本当に？今度子供立ったらあなた。が多いです。ありがとうございます。おやすみです。はい、すみません。お待たせしました。子供いない。今日いない。今日スーパー行かない。スーパー行かない。
いないや、人がいるね。え？俺には何にもないのか。いない、来ない。ああ、俺には何にもないのか。ね。まあ仕込みしてることもあるんですけど、あれ？基本的にあれ？これでこうやって寝てます。はい。寝ないと無理っすよね。で、まあ遅いと11時、12時ぐらいまでまた仕事して朝の時間帯に来てます。オフショットです。今日はありがとうございます。毎週来てます。カレーラーメンとか麻婆とか全部美味しいです。全部美味しいです。はい。びっくりした。びっくりした。
何回かに分けて溶かしきります。創業って何年ぐらいなんですか？僕が多分2歳ぐらいの時なんですけど。あ、そうなんですね。もう50年近く、48年ぐらいなのかな。中華はお父さんに教えてもらったんですか？まあちょっとだけ、あともう見ながらみたいな感じなんですけど、あともう自分自身すごい料理好きなんで、自分でいろいろ考えて、はい、多分もう味付けとかももうそのまんまっていうのはほとんどもうないはずです。全て変えてとるかもしれないです。コマーシャルソングも作ったりしてます。あ、そうなんですか。へえ。結構なんか創作活動となんか料理と結構似たところがあって、なんか同じ感覚使うんですよね。だから僕的にはあんまり全く別のことしとるっていう感じではないんですけど、まあやることは全く違いますけどね。お願いします。よかったですか、声出して。はい、大丈夫です。麺って最初から自家製なんですか？自家製になったのが27年前。中華料理だけやっとった時は製麺屋から取っとったんですよ。これ最初からこれなんですけど粉みたいなち
まだ開けたばっかですけど、こんな感じです。チャーハン、うま煮、麻婆麺。
しいわ。はい。うま煮とキーマ。それ。はい、いらっしゃいませ。それ。札幌大と餃子。はい、札幌大と餃子。はい、どうぞ。日曜日のお昼はここで食べてからスタートみたいな。10回のうちの半分ぐらいはこの札幌と餃子、あとはラーメンチャーハンとかカレーラーメンとか麻婆とか全部美味しいです。全部美味しいです。麻婆飯。
りがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい。びっくりした。びっくりした。はい。いつもタンメンとかチャーハンとかが多いです。餃子も食べますね。ご飯物ですと中華飯とか。ありがとうございます。美味しかった。ありがとう。いただきます。
分で。入れていいよ。美味しいですね。変わらずうまい。豚と鶏ですね、魚介系のスープを合わせて最後に仕上げる。丼用と、あと油そばが全部刻みなんで油そば用です。1日忙しいと15キロから20キロぐらい。
サラリーマンが多いですね。お一人さんが結構多いです。夜になると学生さんとか若い団体さんとかも増えるんですけど。厚く切っても食感硬くならないように最初に炊いちゃうんですけど、まあまあ柔らかめに炊いて、で出す直前でもう一回切って焼いて。これが完成品の煮詰めてない状態の寿司。ありがとうございます。はい、どうぞ。味噌漬けです。はい。はい、お世話になります。
ちらつけ中2セットです。唐揚げお待ちください。はいよ。失礼します。京急と温玉です。受付代プラス100円です。ありがとうございます。油とチャードンです。こちら好きなので。卵丼です。はい、すいません。結構きますよ。今日美味しいですね。お願いします。失礼します。油ときやぶとチーズの方。はい。食べるか。これは。油中冷やみ丼です。変わらずうまい。味が濃い。うわ、チャーシューが好きなの。ああ、なるほど。お願いします。
冷めたらごめんなさい。今日でも全然少ない方ですよ。チャーシューを乗ったの。はい、そうです。下の冷蔵庫入ってるっすよ。
昔は敦賀ラーメン文化っていうのが存在していて、その敦賀ラーメン文化を絶やさないようにっていうところからこのお店を作ることになりました。あっさりしててコクもあって濃厚でめちゃくちゃうまかったです、はい、ありがとうございます。で一番びっくりしたのがこの計算丼、根とは思えないぐらい、ジューシーでちょっとびっくりしました。ネクスコ中日本の提供でお送りしました。今から日曜日で1時間僕一人なんで。鶏って言っても親鶏とか若鶏とかいろいろあるんですけど、若鶏だとどうしてもスープのコクが足りないんで、基本的にはもう絶対に銘柄って親鶏にこだわってますね。大体3ブロックですね。1ブロック5キロのブロックを3つですね。難しいのがその個体ですね。鶏の個体によってオーナーとちょっと話をしていて、チー油のスープの入り混ぜた時に入り方によってその当日のチー油の割合は僕が決めてるんですけど、日に日によって違う割合で指示させてもらってますね。食材いくつかと、鶏そばのスープの出た柄ですよね。柄のかすというか柄をあとさらに4時間追加して炊き込んで、なので合計実質に煮る時間っていうのが、9時間半ですね。そうですね、一応お名前も濃厚鶏白湯っていうふうにさせていただいてるんで。敦賀といえば昔は敦賀ラーメン文化っていうのが存在していて、敦賀の本町通りっていう、通りがあるんですが、その本町通りによくそのラーメンの、屋台がずらっと並んでて、敦賀ラーメンっていう、醤油ラーメンが、名物というか有名だったんですけど、やっぱそれもどんどん時代によってだいぶ今薄れてきてて、どんどん時代に流されてそれがなくなっていくのも寂しいってオーナーが考えたんで、それで思ったオーナーが日本食の料理人の、ノウハウとかを合わせてその鶏そばのスープを考えて、こちらの鶏の設立っていうのを設立して、その敦賀ラーメン文化を絶やさないようにっていうところからこのお店を作ることになりました。あまり冷たい器でお出しするとラーメンがすぐ冷めてしまうので、看板メニューっていう言い方をさせてもらうと鶏そばの醤油ですねってお答えをさせてもらってますね。これが昆布白湯のスープになります。こういう跡があるので、だいたい着火してから1時間半ぐらいまではアクが出続けるので、溜まったアクは合間見て合間見て取っていかないとちょっとまた味が濁っちゃうですね。
麺は2種類ですね。鶏そばと鶏白湯がこちらの黄色、卵麺ですね。で、昆布白湯と鶏そばの塩はこっちの白色。ありますね。温度が高すぎるとカチカチにちょっとサラダチキンみたいになっちゃいますし、温度が足りないと生で食べれないんですよ。一番どこが美味しくで盛り付ける時も綺麗になるかって見つけたのが 62.5 度からだいたい63度。気持ちちょっと固めに、やっぱりラーメン屋のご飯なので、やっぱりラーメンのスープに合わせよくかけたりして召し上がれる方もいらっしゃるんで、土日とか、土日統制業で行くんですよ。不動産今日何人来ると思うか。ここまで来ると安定するんで30分から40分ぐらいに1回ちょっと混ぜる感じですね。鶏油を混ぜて乳化っていうのをさせるんですけど、食事代がそうなりますか。今年は今日日比谷野外学校ではい、すみません、お待たせしました。こちら鶏そばの塩ですね。こちら D セット2計算となります。お待たせいたしました。新しい。お待たせしました。鶏そば醤油です。なんなのかなこの。なんだろう締めとった。締めとったっていう。締めた。大工忙しい。全然。暇ない。人は来るっちゃ来るし、やることがない。すごいです。わちゃわちゃします。2番目からで大丈夫ですかね。すみません。鶏そばの醤油。大盛り。はい。牛セット。ミニチャーシュー丼の醤油。はい。かしこまりました。1枚ずついくよ。あっさりしててすごいコクもあってすごい美味しい醤油ラーメンです。鶏白湯はすごくスープも美味しくてよく食べます。あとこのミニチャーシュー丼もすごくよく食べます。はい。あ、
くなってますので気をつけてくださいね。はい、すみません、お待たせしました。はい、すみません、続きまして鶏そばの醤油ですね。お待たせしました。器熱いんで気をつけてください。スープが懐かしい感じがするのと、シナチクも美味しいし、チャーシューも美味しいし。全然つかみじゃなかった。っていう風なもテーマで作ってるんで、知ってるし、そうですね。ごめんなさい。A セットのお客様、チャーシュー丼、はい、すみません。ちょっとお待ちいただいてる。ごめん、これあれよ、コード書いてるんだった。このベル、切り線で。はい、そうです。こちら鶏白湯ですね。お待たせしました。醤油の A セットと B セット。あ、B セットで。はい。メンマ抜いてもらっていいですか。メンマ抜いてください。はい。苦手な食材もやっぱりあるんで、お客様に指名されたら抜く感じでやってます。はい、すみません、お待たせしました。鶏そば醤油メンマのお客様。はい、お出し熱いです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。ごめん、ちょっとお客さんあげたらそのタイミングで黄色をあげてほしい。ごめんなさい。ありがとうございます。またお願いします。はい。ちゃんと理解するか俺知って。お待たせしました。申し訳ありません。すみません。じゃあ鶏そば塩のお客様ですね。はい、すみません。ありがとうございます。鶏そば醤油ですね。はい、私です。はい、ありがとうございます。鶏そばのタイですね。お待たせしました。ご覧ください。開けましょう。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に少々お待ちください。こちら1、2番1、2番さんです。はい、ありがとう。10になりました。人のテスト知らずに後からびっくりしました。ました。
お願いります。塩の単品2つ、昆布の単品2つ、両方。ちなみに今日何召し上がられてる？今日は昆布塩白湯のラーメンをいただきました。全部美味しいです。唐揚げ2人前ですね。はい、ありがとうございます。昆布の方、昆布大盛りで。昆布大盛りで。はい、ありがとうございます。ただ単にだけで。はい、すみません、ありがとうございます。お名前からお待ちいただいてよろしいですか。すみません、あそこに、はい、進めますので。お待たせしました。はい、すみません、鶏白湯並盛りです。お待たせしました。お待たせしました。ありがとうございます。白湯で昆布入ってるのあんまりなくて、特に鶴が昆布有名なんで、鶴が昆布使ってくれてるんで、僕も鶴が市民としては消費したいなと思って食べてます。普段はいつも醤油ラーメン食べてます。めっちゃうまいです。スープまで全部子供から大人まで飲めるような味のラーメンやなって思って通ってます。濃厚でめちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。はい、すみません、お待たせしました。はい、ではこちら鶏そばの塩がお2つですね。はい、すみません、お待たせしました。以上でおそれでしょうか。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。鶏そばの塩。塩、はい。そうです。はい。これやね。オッケー、マウゼロ。人口少ないのになかった。美しい。はい、すみません、続きましてごちそうさん丼でございます。お待たせしました。これいる？美味しそう。レモン入ってるの嬉しい。チー油だけ残りすぎると油臭くなるので、チー油だけスープから鶏の水を置いていくっていう作業をしています。言ってしまえばこれもこだわりの一つかもしれないですね。このままチー油残してもいいんですけど、残してしまうとその翌日もし冷え切らずにチー油が分離しなかったらスープが油っぽくなってしまうので、なるべくやっぱりその一日一日の油分っていうのを安定させるために今このチー油っていうのを今ちょっと抽出というかしてますね。鶏だピンチです。網盛りです。いい仕上げればいいか。はい。ちょっと下の方。鶏そばの方がすごい
優しい味わいで、多分このまんまいくとスープは間違いなく完飲すると思います。で麺がオーソドックスな細タイプ、細い縮れ麺ですごくこのあっさりしたスープが絡んで美味しく食べれてます。で今見たんですけど、肩ロースのチャーシューがくるくるって巻いて乗ってるんですけど、ほんのり塩味が効いてて下手な味付けがしてなくてすごく美味しいなと。で一番びっくりしたのがこの計算丼、胸肉を使ってるっていうことなんですけど、胸とは思えないぐらい、ジューシーでちょっとびっくりしました。今日はちょっとお仕事で敦賀にたまたま来て、どっかラーメン食べたいなと思って初めてのお店に来たんですけど、大当たりやったかなということで非常に満足してます。はい、はい、すみません、こちら昆布パイタンになります。すみません、こちら B セットのミニ計算丼ですね。お待たせしました。って言うとおかしいけどさ、明けおめ。そう、続いてはそれ。油の、多い部位だけなるべく手前に。オーナーが、和食の料理人っていうことで、やっぱりスープ一つ、そのチャーシューの、温度一つすごいこだわられてるんで、やっぱそこがうちの一つの売りかなと僕は思ってます。はい。きっかけとしてはこの町をやっぱ活性化させたいっていうところと、幼い頃に父親に敦賀のラーメンの屋台のラーメン連れてってもらったことがあって、母親内緒でご飯をこう夜中に子供がラーメンを食べるっていうのがすごい思い出深くて、そこが一番のきっかけになってますかね。うちのチャーシューのこだわりやっぱあっさり食べれるの中で、肉はチャーシューを食べとるっていう感じのちょっと強めの味付けになってます。昔ながらの懐かしい感じのラーメンを作ってます。まなちゃんピッチャースープはうち洋食のガブリの方では原木で生ハムを出してるんで、それの残った骨で出汁を取るっていうちょっと洋食ならではの2時間で60人くらいがもう結構忙しいですね。
ですって言っとったから、あ、うちもやよって言ったら、一緒やねとかって。もっと前入れやすかったんやけどな。麺はうちは今の最新の技術で作られてる瞬間冷凍のやつを使ってますね。提供まで湯がいて40秒で上がるんで、やっぱそれが一番の強みだと思います。僕らみたいなところは回転数がなんぼなんで、でかいやつだ。それこれ今冷たいやつがサラダこうやってお客さんどういう方が多いですか？本当にいろんな人いますよ。若い子から県外からも来てくれたし、年配の方らもすごい多いね。あとこの辺の飲み屋さん街から流れで来る人の子も多いんで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。真ん中の方へいかがですか。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。言ってたら、お冷やだったら。2名様でよかったです。どうぞどうぞそちら座ってください。のエピソードの配信通知が受け取れますので、気になったらタップして、あなたのライバルに接近。今出しますね。いただきます。すごい。おいしい食べるやん。めっちゃ美味しいです。あっさりしてるんで、ガブリと併用で、締めのラーメンに最適です。はい、どうぞ。しますね。お熱いのでお気をつけください。しました。ちなみにやったらが初めてです。そしたらこちらのニンニクかこの調味料があるんですけど、うちのおすすめはニンニクを10円玉サイズで入れていただくと、ぜひ一回食べてみてから試してみてください。はい。しっかり気をつけてくださいね。ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございます。ための。はい。ありがとうございます。美味しそう。来ました。ちなみにお二人は屋台ラーメン初めてですか？初めてです。よかった。屋台ラーメン。このまままず食べていただいた後に、ここに調味料あると思うんですけど、この調味料でお好みを作っていただくというのが、うちのコンセプトになってます。僕のおすすめはニンニクを10円玉サイズで入れてみてください。おいしい。ありがとうございます。どちらも1000円なんですけど、どちらにされますか？波で。波で。ライブハウスでは見たタイミングで電話をかける。だけで 20% 不安です。充電してしまうタイプなんですが。お待たせしました。まずそのまま食べていただいた後に、うちはニンニクを10円玉サイズで入れるとめちゃくちゃ味が化けるんで、よかったら試してみてください。ありがとうございます。しっかり気をつけてくださいね。ありがとうございます。地域の人とみんなと仲良くやって地域も盛り上げていけたらいいかなと思うんで。
戻しましょう。どうぞ。はい。月に2回くらいはそうですね、まあ、飲んだ後に絶対食べれるっていうところがいいですね。いっぱい食べて気持ちよく帰るみたいな、そこが魅力だと思います。ありがとうございます。そうや。じゃあ波で作りますよ。お願いします。すいません、お待たせしました。いらっしゃいませ。こんばんは。お願いします。すごいね。それの初めてあんな裏側に大阪ブルーもっとやりたい。マジ？最高や。やばいかも。二人とも今日あれ？ああ、どうぞ。お酒飲んだ後にラーメンを食べたくってでこういう味にしました。ご飯食べた後でもめっちゃ美味しい食べれるです。ありがとうございます。おやすみ。ああ、真ん中からよ。ごめん。ありがとう。おやすみ。ありがとうございます。屋台全部手作りで、この骨組み単管で組んだのも全部手作りで作りました。地域のお店さんにお願いしてみんなで作ってますね。はい。2人です。2人で。はい。どうぞどうぞこちら。はい。うちのラーメン波とショットあって、はい。どちらも1000なんですけど、はい、皆さんもちろん波で。ありがとうございます。普通にそれで来るようになった。はい、お待たせしました。こちらをいただきますよ。はい。あ、すみません、ありがとうございます。はい、すみません。どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。はい、いただきます。まあでもやっぱ夜に食べるっていうのとお酒飲んだ後に食べるっていうのはやっぱすごいお酒を飲む人からするとやっぱありがたい。自分の最後の終着点がそこにあるっていうのがやっぱ作りたかったんです。またラーメン食おうってなるでしょ。ラーメン食ったらまたガブリ戻ろうってなるんだよ。やってる？やってます。ニンニク入れたらうまい。すげえうまい。美味しいっすよ。ね、ニンニクと物足りねえと。胡椒入れたら、でも男として相手にお湯入れたらない。それも受け入れよって。しました。イカブリってまだ飲める。なんでお前らこうやって動画伝えようなことばっかり言うの。想像勝手についたもんね。初めて来ました。はい。あっさりして飲みの締めにはちょうどいいラーメンだなと。いやもうスープが最高です。本当に美味しいです。ありがとうございます。はい。ありがとう。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。あ、寒い。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。開けてもらって大丈夫ですよ。今日一日振り返っていかがでした？今日まあちょっと暇やったんですけども、でもまあみんな明るい感じで来てくださるんで、
やっぱ天気悪くても開けたいなってやっぱ思いますね。これからも頑張りたいと思います。